はい、こんにちは、小川悦司です。ですね、今日はヘッドウェイの、イコライザーダイレクトブレンド、というやつですね。EDB2 というやつなんですけれども、これですね、イコライザーのついた要は DI ですね。レコーディングにも使えますし、ライブにもすごく役に立つ。何しろ多機能なんで、ちょっとね、端の方から紹介していこうかなと思いますけれども、まずですね、このインプット。これですね。これ今チャンネル1に入ってるんですけど、実はこれ端子3つあって、真ん中の部分はここ抜いておくとステレオイン入れられるんですね。でこれチャンネル2つの中あるんで、両方のチャンネルに送ることができる、そういう機能もついてますね。それから、ここは XLR のいわゆる、マイク入力というかな、バランス型の端子なんですけれども、ここは普通にマイクつないで、こっちでもこっちでもファンタムを送ることができますから、コンデンサーマイクももちろん OK ということですね。で信号の流れで言うとですね、いろいろフィルターがついててイコライザーがついてて、ここにゲインがありますけど、こっち側からですね、今これ1ですからここへ入ってますね。でここでまずインピーダンスが選べるんですね。これアクティブかハイインピーダンス、あとプラスハイっていうのも選べますね。今これパッシブ型使ってるので、プラスハイインピーダンスにしてます。チャンネルにも、別に入れることできます。だから例えば、こっちにナイロンつないでおいてこっちにスチールつなぐとかっていうのも OK ですね。そういう使い方も OK です。違うアクティブとパッシブ両方つなぐこともできます。でそれぞれにゲインがあって、フェーズがありますよね。フェーズ、位相ですね。位相を反転させることができると。あとはレンジがですね、これバイオリンギターベースって書いてありますよね。バイオリンエレクトリックバイオリンなんかつなぐこともできますよ。あとはベースの DI としても当然使えますよ。それから、XLR これ、ここの端子ですね。ここに 18V 送るかどうか、ね、ファンタム送るかどうかっていうのを決めることができると。で EQ なんですけど、ベースからいくと、よいしょ。ここ 120Hz です。で次ローミッドですね。ここがね 590Hz ですね。で次ハイミッド。ここがね880。ね、1キロじゃないんですね。880、この辺多分こだわりなんでしょうけどね。でここですけど、これね、プレゼンスですよね。多分ね PRES って書いてあるんですけど、これがね 2.8 なんですね。でトレブルがあると。普通のアンプとかだとトレブルがあって一番こっちにプレゼンスなんていうのよくありますけど、これは逆ですね。プレゼンスがこれが 2.8。これトレブルが 10K ですね。でユニークなのは1とチャンネル1、チャンネル2、それからチャンネル1プラス2ってありますけど、 EQ どっちにかけるか、片方だけにかけたい、両方にかけたいっていうのをここで選ぶことができるんですね。だから例えば1チャンネルに入ったのはギター側の EQ 使ってて、2チャンネルに入ったのだけをここ使うということも OK できます。そして、ノッチフィルターですね。フィードバック防止するためのノッチフィルターですけども、これもチャンネル1だけに使いたい場合、チャンネル2だけに使いたい場合ってね、こういうふうに選ぶことができます。でもちろん切ることもできると。で最後にマスターで、これですね、この間実際ライブっていうか演奏仕事コンサートで使ってみたんです。何気に便利なのがね、ここミュートボタン。これですね、ここでミュートかけられるんで、ジャックの抜き差しする時なんかにね、ここでミュートかけとけばあれです。チューニングする時もそうですよね。ここでミュートかけられますから、すごく便利ですね。あとは、ここはオンスタンバイ、そして、アースのグランドリフトですね。でちょっとね、よっこらしょってひっくり返します。こういうので、これモノのミックスアウトがあって、あとねオグジュアリのインがありますね。これは iPod インなんて書いてありますけど、ステレオ端子で入れると、ここからオケ流せると。
だから例えばねここでカラオケ流してここにマイクつないでここにギターつないでっていう一人で弾き語り弾き語りっていうかなオケプラス弾き語りっていうのもこれ1台でできます。で裏っていうかここですね。ここは一応これ 9V の電池で動くようになってます。それからこれ今 AC つないでますけどね。これバランスアウトがあってであとねもう一つユニークなのがこっちよいしょ。これマイクのスタンドにそのままつけられますよ。要するに手元のところにこう持ってきとけますよっていうのとあとここにネジ穴ありますけどこれ何かっていうとベルトフックが付属するんですね。だから例えば立って演奏する時なんかにこれを腰にベルトフックでもってこうね腰のところにこうつけとくなんていうと手元でこう切り替えとかできますから、そういうところまで、考えられてるという感じですね。はい、今度はですねスチール弦なんですけど実はマイクだけじゃなくてこれもピックアップも使ってます。こういうふうに言ってねこっちね1チャンネルに、これですねマグネット型が入ってて2チャンネルにマイクが入ってるでブレンドしてます。片方だけ聞きましょうかね。これがこっちですね。マグネット型ですね。でね実はセッティングがね面白いんですよ。こっちはね使ってないんですよ。 EQ 使ってなくてノッチフィルターで音作ってるんですね。ノッチ切るとこれが元音ですね。でノッチで真ん中をカットしてる。で今度はマイクの方はこれ57ですけどこういうジャキジャキな感じのね。でこれは逆にこの EQ の方で音作ってます。こっちでこれをこっち全開でもってこれを混ぜてるって感じですね。こんな感じにしたのかな。ね。で結構パキッとした感じの音になってますね。こんな感じでもって2つ混ぜて使うこともできる。もちろんこっちに例えばナイロン弦つないでこっちにスチール弦つなぐっていうこっちかスチール弦つなぐっていうやり方もありますけどこうやって1つの楽器を2つで取るっていうねでブレンドして音を作るっていうこういうこともできますね。これレコーディングなんかでもね結構いいんじゃないかなと、思いますけれどもいかがでしょうかね。はいじゃあ、1本目いきます。じゃあ2本目いきます。